雑談です。劇団です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、朝やんですね。阿佐ヶ谷ヤング用品店、水道橋博士さんがやってる道具イベントなんですが、それに、劇団ひとりさんがゲストで、ゲストに来ていただきまして、公開されたばかりの浅草キッドについてと、劇団ひとりさんについていろいろ深掘りというか、浅草キッドに関しては方々でいろんなインタビューが掲載されていますが、それでも伝わってこなかったいろんな事実というかね、裏話というかいろいろ聞けましたね。見ましたでさ、ぜひね、まだまだ配信が2週間ずっと見れますんで、ぜひ見ていただきたい。当然浅草キッドのネットフリックス版浅草キッドもぜひご覧になった上で、そうですね、ご覧になった上で見た方が、見てなくてもいいかな。でも見てた方があのシーンってそうなんだというか、そういった話が、聞けると思います。見てない人もでも、見た上で見るのもまたそれはそれで面白いかと思いますので、ぜひねご覧になっていただきたいなと思っておりまして、まずそうですね、順を追って話していこうかなと思いますと、オープニングはいつもタップ元オフィス北野のタップの若手の長谷川海馬くんと、それからドルフィンソングの佐野くんが2人で毎回ラップをね、そのゲストに合わせたというかテーマに合わせたラップをするんですが、それを、浅草で撮ってきておりますね。ちょうど公開してすぐに浅草キッドのキャンペーンで、浅草が本当にネットフリックスの浅草キッド一色というかね、東洋館の周り、元フランス座の周りがもう本当にネットフリックスの上りが、たくさん出てたりとか、提灯が飾られたりしている中、人力車のね、なんかくじに当たった方はこう浅草観光できるみたいなやつをやって、それでドルフィンソングが漫才をするっていうところにロケに行きまして、でいろいろそのラップの部分とか撮ったりしたんですけど、それのラップもなかなかかっこよくてね、ぜひご覧になっていただきたいということで、始まってネットフリックス版浅草キッドのオープニングを模した感じで劇団さんが登場するんですけど、やっぱり売れてる方というか、一言のパンチ力というかね、第一声のパンチ力ですかね。だから一言でぐっと、引きつける力というか、言葉の圧というか声の圧というか、あれがやっぱりね、過去いろいろゲストを間近で見てきた中でも、本当に東野さん、それから西野くんで劇団さんと本当に引きつけますよ。第一声というか、それは本当にすごいなと思いますね。だからいかに自分の場を作るというかね、空気にしちゃうというか、制空権を制するというかね、ああいった技なのかね、ああいうのは本当になんていうんですかね、売れてる人っていう言い方もおかしいか、でもおかしくないか、そういうのを備わっているんだなとか、それが備わったから売れたのか、売れたから備わったのか、鶏が先か、卵が先か、っていうことなんでしょうけど、そんな感じ、すごかったです本当にね。
僕が聞きたかったことは予告編ね、本当にいいところを使っちゃって、本編で、泣けなかったっていう話を、ブログにも書きましたけども、してるんですけども、で予告編は明らかに劇団さんがやってないなっていうのは分かったんで、あれはどこの誰がやったんだろうっていうのを聞きたかったんですけども、すぐに始まってすぐにみんなで予告編を見ましょうって言った時に劇団さんの方からもうすぐにちょっと会社名言ってたんですけども、それはぜひアーカイブで確認していただければと思うんですけど、そういう予告編専門の会社に頼んで、作ってるということで、監督本人が、やりたい気持ちというかはあったゼロじゃないんですけど、でも自分がやっちゃうとここでも本編で見てほしいなとか、これはまだ見せたくないなっていうのが働いちゃって、プロモーション的にこう訴求力というか引きつける箇所をあえて出さないような感じになっちゃうので、それはもうプロにお任せしましたと言ってましたけども、だからそうですね、本当に第一線で活躍してる人の共通点の一つとして、それはどんな職業にも言えることだと思うんですけども、こう人に任せられるかどうかですよね。だから全部俺がやった方が早いなとか、俺がやった方がこううまくいくなみたいな感じで自分でやっちゃうと、結局こう抱え込みすぎちゃってうまく回らなくなっちゃったりなんてことがあるんですけども、それをもうここは、割り切って、これは人に任せる。だからうまい、居酒屋でもいいですけども、うまい料理屋とかね、職人のこだわりで、これは例えば、焼きをね、焼き鳥でもうなぎでもいいですけど、この焼き加減はやっぱり人にはね任せらんねえ、俺が全部焼くんだっつって焼いてると、やっぱチェーン展開できないじゃないですか。でもチェーン店ってどのもう本当に昨日今日入ったようなバイトでもすぐに調理ができるようにこう段取りというかね、やり方というかレシピというか、あれが徹底されてて、でそれどんな人が来てもね、人に任せているからチェーン展開できるんだって。でそれ別に料理屋とかだけに限らずね、芸事にしても人にある程度任せることができれば他でねもっと活躍ができるというかなんだなっていうのは、ああいうのというかつくづく思いましたね。僕なんか本当に自分で何でもできちゃうんで、こう人に頼むことってないんですけども、そこは他人を信頼してこう任せられる覚悟というかね、自分の手を離しても、話すべきなんだとは思うんですけどね。っていうのは本当に予告編と本編を見るだけでもそういうことを僕は感じて見ておりました。で中身に関してはね、もうみんな大絶賛してるように、本当に特に本当の浅草キッド水道橋博士さんなんかはいろいろこうね思うところというか全然そのたけしの歴史なのに、俺が浅草キッドなのにこんな作品はっていう思いは全くなくて、本当にどれもこれもなんていうんですかね、素晴らしいという話をされておりましたし、で博士自身も2002年に浅草キッドの浅草キッドってあるんですけど、あれをね本当に前も話したと思いますけど、今改めて見ると本当にいいんですよ。最後のシーンでDVD とかで出てるんで、もう随分昔のあれなんでオチを言ってしまいますけども、師匠がね漫才やるっつって飛び出してった2ビートの漫才を見て、こうことづけというか封筒を渡して、でその中パーって見たら
下手くそって書いてるあのうちはいいな、それダンカンさんが脚本書いてるんですけども、それは原作にはないシーンで、そこがね本当にいいっつって、で劇団さんもあのシーン、過去のねテレビ朝日版も取り寄せてみて、浅草キッドの浅草キッドも見て、今回のやつを脚本を書いてるって言ってましたけども、あのシーンが、原作にはなくて事実かどうかっていうのが分かんなくて、でもあのシーンはいいけども、でもこれきっとダンカンさんの脚本なんだろうなってことで、そこは採用しなかったっていう話が出てたりして、本当に過去のそういった浅草キッドの浅草キッドを含め、原作本を含め、たけしさん好きな人多い。僕なんかも本当に直撃世代でありますしね。だからそういった、芸人目指してる人とか、今はああいう制度自体がね、徒弟制度とか、僕も大阪の2丁目劇場ってところで進行でね、裏方やりながらっていうのはありますよね、いろいろね、思うところはありますけども、そんな本当にいい映画ですので、浅草キッドはいい映画ですし、そんないろんなね、もっともっと話したい、2時間3時間近くっていうのもやってますんで、ぜひね、概要欄にリンク貼ってますんで、朝やんのアーカイブ視聴していただければなと思いました。コント浅草、浅草といえばあれですか、雷門とか何でしたっけ、ラジオ CM やってるとこなんだ、今半でしたっけね、ありますけども、浅草でね、ほんとこの間そのロケに行った時に、東洋館の近くに水口っていう食堂、青いテントの食堂があるんですけど、そこフラッと入ったのがめちゃくちゃうまかったんでね、肉豆腐とかぜひ行っていただきたい。浅草も含めて、それから浅草キッド含め、朝やんご覧になって、全部「あ」がつくで、そらそうかって感じですけど、ご覧になってください。あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。